は夏目さんちの源です。幼稚園の横についてる避難用滑り台は自分だけの秘密だと思っていたさやです。悲しいね、あれね。避難訓練の時に、はいあ、みんなこれ滑るんだってなった。そんな悲しかったの。なんか自分だけが見つけたものだった。めっちゃ大きい滑り台あるよみたいな特別だったんだね。感じだったんだけど、そんなことはどうでもいいんですよ、今回見て、ここいつもと違う場所。いや、そう、何この綺麗な場所って思うじゃないですか。めっちゃすごい綺麗な場所なの、ね、そう。しかもちょっとなんかここほんのり今もう映ってるんですけど、はい、本日スペシャルゲストにお越しいただいております。どうぞ。千葉優です。よよろしくお願いします。幼稚園ズウォーズの作者の千葉優先生です。ありがとうございます。よろしくお願いしまはい、なんとここ、はい、千葉先生の仕事場でございます。す。仕事場です。いや、もうわざわざなんかもうすごい、すいません、ありがとうございます。いやいやいや、すいません、ありがとうございます。はい、もう皆さんねご存知だと思うんですけど、今はい現在ジャンププラスで連載中の大人気漫画幼稚園ウォーズの作者の千葉先生のとこなんで来たんですか、我々。なんで来れたんですか、今日。仕事場に来させていただくってさ、いや、わざわざ。いやもうありがとうございます。いやもう来ていただき。いやもう最初なんか電話させていただいた時、いや全然ドライブ好きなんで行きますよみたいな。そうです。いや行きます。行きたかったですけど。ぜひ今度来ていただきたい。今度はぜひぜひぜひ。今回ちょっと千葉先生、僕たちの方からそもそもフォローをさせていただいてたんですけど、なんかある時フォロバーいただいて、そうなんですよ。なんでと思って。気づかなくって。いや姪っ子はいはいが夏目さんち大好きってことでお家で見ていて、ありがとうございます。それでなんかのタイミングで私がそういえばツイッターいるのかなみたいな感じで多分見に行ったら、なんかフォローバックしますみたいなのが出てきて、フォローされてるじゃんみたいな。ありがとうございます。っていうなんかことだったもうんですすごいね奇跡的な流れで。もう SNS にも感謝、めいっ子ちゃんにも感謝、先生にも感謝、すべてに感謝。重たいなコラボの開始を祈ってる。で今日その話題のめいっ子ちゃんも実はね来てくださってるみたいなね。じゃあ、はい、せっかくなので。そちらから。こんにちは。ありがとうございます。ザ自由人。いい T シャツを。すごい素敵な T シャツを。触れないままにはいられないよ、この T シャツは。ゴーイングフリーダムって書いてある。なんか持って。消えそうな国。なんか足長い。足長い。かわいい。かわいい。ありがとうございます。しかもなんかかわいい。裏がさ、原稿用意しないよ。ね。昨日の夜ね。やっぱりね。一生懸命書いて。ちょっとこれ大切にありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。揃ってる。はい、ということで、ごめんなさい、なんかすごい最初からいきなりもう気持ちがポカポカしてるんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、今回なんですけども、せっかく千葉先生のお仕事場にこう遊びに来させていただく、そりゃあお絵描き一緒にするっきゃないっしょ。っていうことで、いいですか？お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで今回やっていく企画はこちら。千葉先生と即興セリフで漫画一コマ対決。うわー！やばい。はい、というわけで今日は、千葉先生と今からですね、こちらにちょっとカードがあるんですけど、この中にいろんなセリフが書いてあるんですよ。これを今から皆さんにこうランダムで引いてもらって、制限時間20分以内にそのセリフに合う一コマを書くという企画なんですけど、じゃあちょっと試しにこちら引いていただけないですか？じゃあ千葉先生からこれオープンしていただいて、はい、ここで。はい、お願いします。せーの、ドン。私はただ普通の女子大生として楽しいキャンパスライフを送りたいだけなの。はい。ただこのセリフに合うコマを書かなければならない。はいというわけです。例えばさやさんはこれ開いていただいて。ドン。はい。おめでとうございます。あなたの人生は延長されました。おー、すごいなんかいろいろ想像ができる。そして僕のがドン。はあ、出会いないよね、幼稚園の先生って。ごめんなさい、勝手にお借りしちゃったんですけど。ありがとうございます。見たことある。ちゃんと人
人生カンパニーと幼稚園モードからちょっとお借りしました、はい、ありがとうございます。なので今回はランダムに出てきたセリフからもう即興で絵を描いていただくんですけど、噂によると千葉先生めっちゃ即筆とすごい速さで絵を描かれるっていう聞いて、ちょっと頑張らないと今日。でも今回オリジナルキャラクターですよね。そうです。そうですね。からそこはでもちょっと難しいなって。その自分がもういるキャラクターしか絶対作らないから。なるほどなるほど。この場でこのセリフだったらこれかなって思うキャラクターを作らなくちゃいけないの難しい。これも逆を言うともう千葉先生のファンは今ドキドキしてる。新規のキャラ急に出てきます。いやそうだよ。いやなかなか連載中に新キャラないですよ。新キャラ新規絵。ということで早速やっていきたいと思います。うまい。うまいうまいうまい。切るのうまい。千葉先生にも切っていただいて。そんな子供の頃はでもマジシャンになりたかった。マジシャンになりたかったんですか。マジシャンになりたかったんですよ。漫画家はそんななりたくなかった。問題発言。すごいポロッと今出てきた。はい、じゃあちょっと聞かなかったことにして。大丈夫です。はい。じゃあそれではまず今回ですね、こちら3回戦やっていきたいんですけど、1回戦目はここから今引いていただいて、もうそれぞれもうさっきと同じように引いたカードを発表していただきます。すぐに。はい。すぐにオープンして、じゃあ私はこれを書きますっていうのをやった上で用意スタートで。でまずこれ練習なんで。練習。難易度的に少しずつ上がって。なるほど。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあいきますか。はい。みんなせーのでオープンしますか。せーの。ドン。千葉県某所絶対嘘だ。おいいですね。すごい。モノローグというかナレーションみたいなやつがあってね、セリフが左のパターンですね。いいですね。じゃあさやさんは。はい。俺たち一体どこで間違っちまったんだろうな。最終局面。お前何があったの。そして僕が服よし髪よしオールオッケー。張り切っていくぞ。あれなんか可愛いな。可愛いの。急にキャピキャピした感じ。キャピってますね。はい。じゃあ行きますか。はい。こちらのお題で。結構大喜利。何書いてくるかなみたいな。それでは制限時間20分で。はい。行きましょう。よーいスタート。行くぜー。千葉県某所。どうしよう。どうしよう。でもこういうのって。はって思い浮かびますこういうのが来て。でもいつもどうしようかなって言いながら書くんですけど、いつもどうしようかなって言ってると先生もう終わってるじゃないですかっていういつもの知らない人が書いてるんですよ。この辺どうしようか悩んでるんだよねって言いながらどんどん。でも修正記大好きなんでアナログで書いてても、もうとりあえず書いて全部修正記で消します。ちなみに先生はいつもはアナログとデジタルどちらで書かれてますか？いつもはデジタルです。iPad で。iPad でやってます。もうペンで書いてる。早すぎて見えない。ほら行くよ見てほら。もう行くの？ペン持ってる。早いね。ちょっとゲイさんちょっと戻ってきて。夏目さんち名物。夏目さんちとコラボするとゲイさんの踊りが見れるって。嘘つくなって。なんていうかご存知か。ご存知じゃないよ。踊らないよ。でもアシスタント踊れるんで。ご存知な方いた。ご存知の方いた。なかなかないですよね。なんでご存知の方いるの。ご存知なんで。愉快な職場です。でもなんかいつも X の方で見てても千葉先生のところの職場が楽しそうすぎて。すごい楽しいんですよ。アシスタント来るのいつも楽しみに。めちゃめちゃいいしてて。さっきもちょっとお話しさせていただいたけどね、めっちゃ盛り上がっちゃったゲンさん抜きで。ゲンさん抜きでね。なんで？入れて？来てるから今日僕も実は。漫画のね作画資料のお写真とかをちょっと拝見させていただいて、シュゲーってなったんだけど、それのなんか舞台裏とかがめっちゃ面白かったから後で千葉先生に聞いて。知ってる？今日ね、そういう動画。知らなかったの。千葉先生のいろんな創作秘話を聞きたい動画。そうなんですか。一通り終わった。終えるなよ。終わっちゃった。終わるなよ。
なんか漫画って各制作現場によって違うと思うんですけど、書きながら結構おしゃべりってするんですか？結構喋ってますね。音楽かけてわー素敵喋りながら。アシスタントはイケメンが好きなんですよ。はいはい。アシスタントはなんですか？千葉先生はイケメンは嫌いです。だから毎回殺されちゃうんだ。よくもまああんないろんなタイプのイケメン出てきて、よくもまああんなクズエピソード出てくるの毎回って思うんですよ。でも毎回結構聞いたりしますね。アシスタントとかに聞いて、どうするもう今回ないよ種類っつって、こういうのどうですか？なるほど。じゃあもう毎回皆さんの会話の賜物なんですね。そうですね。結構どうしようかって聞くと教えてくれますね。今何分かな？あと8分です。今反応の違い面白かったですね。あと8分しかないんだっていうのと、8分もあるんだって。終わっちゃいそうです。結構インプットとかはいろんなところからしたりするんですか？いや、もう僕たちはもうもっぱら映画ばっかり。2人とも映画が好きで、割とずっと映画を見てるんですけど。私はもともと全然映画を見なくて。そうなんですね。本当に一つも見たことないぐらい。一つも見たことない。本当に。日本のとか、あとディズニーとかは、ジブリとかは見たことあるんですけど、洋画系本当に一つも見たことないレベルで見たことがなくて。意外。で、そのドリキャンが終わった後らへんで担当さんにちゃんと見ろって言われて、でもうリストがバーって送られてきて、もう全部見て2年間ぐらいでもう500本ぐらい見て。もう担当編集さんといえば今はリンさんですね。リンさんから有名なっていうとなんかあれなんですけど、でも有名ですよね。そうです。から送られてきたリストがあって、こんな風に面白いんだよとかすごいたくさん書いてあるやつを全部見て、私の肌に合わなくて、リンさん全部面白くなかったんですけど。合わなかったんだ。全部見ました。全部面白くなかった。そんなことあるんだ。そっか、じゃあ千葉さんは明るいのしか面白くないんだって言われて、じゃあこれを見てくださいって言って次のリストバーって送られて全部見て、リンさん一つも面白くない。何も面白くないんですけど。もう漫画みたい。その1ページ2ページぐらいでなんかすごいおもろいエッセイまで書けましたけどね。でたどり着いた先が、ワイルドスピード。ワイルドスピードは面白かったです。なんかただ爆発したら面白いって思って、なんかあんまり深くなくて、爆発するやつが好きだっていうことが分かって。キングスマンとかどうですか？面白かったです。なるほど。爆発するんで。そっちだ。エクスペンダブルとか。そうなんですよ。爆発比例してる。爆発と面白さは比例する。そうですね。基本的に爆発してくれると。キングスマンめちゃめちゃ爆発するからめっちゃ。キングスマンも爆発も爆発じゃないですか。めちゃくちゃ爆発してました。それがちょっと反映されてるかもしれない。そうですね。どこか。自分の面白いとその世間が面白いの一致はどこだろうってやっぱり考えなくちゃいけなかったんで。なるほど。そこなると一致したのがワイルドスピード。爆発だったと。ワイルドスピード。そうなんですよ。ワイルドスピード。やることがちょっと。やばい。やばいことになっちゃってる。引き出し太くしたりしてよ。本当にない人。本当にない人だ。先生を暇させてる。ということで1回戦目終わりました。終わりました。それでは1回戦目のセリフからどんな絵が生まれたのか。せーの、ドンドンドン。おお。じゃあちょっと千葉先生からいいですか？はい。はい。こちらは千葉県某所。絶対嘘だっていうことで女子高生千葉県に遊びに来てる子たちが来たらなんかこうすごいとんでも。ここは群馬ですね。群馬そんなワイルドですか？そんなモンハンみたいに乗り換え間違えて群馬に来ちゃった。群馬っていうより群馬じゃないですか。群馬ですね。先生ご出身あれですよね。そうです、群馬です。高いところからこう見張りとかも見張りが必要なんですね。群馬にはですね。ここどんな世界観なんですか？県庁ですね。県庁に来ちゃった。確かに言いたくもなる。かわいい。ありがとうございます。絶対嘘だわ確かに。こっちの木か。
ちょっと先生のパワーが強すぎたんですけど、じゃあさやさん、はいどうですか？せさんはこれです。はい。なあ、俺たち一体どこで間違っちまったんだろうな。クソデカパフェ。かわいい。クソデカパフェ注かわ文していい。もうめっちゃお腹壊してて。シリアスじゃないんだ、じゃあもう。シリアスでしょ。あ、ごめん。皆さんこの状況になってみようお前。こんなアイスいっぱい食べてさ、お腹はいはいがギャーってなっちゃってさ、寒さでさこうなってる状態でさ、お前笑えるか？いや確かに笑えない。深刻だわこれ。深刻でしょ。こんなね白熊でさえもこの顔になっちゃうんだよこれ。そういう解釈なんだ。そうなるほどな、シリアスが。かわいいですかわいい。はいパフェかわいいですね。パフェすごいかわいい何これ？ペアって言って。アイスがペアって言ってる。はい。はい。じゃあさやさんはこちせさんらで。はこんな感じで。じゃあゲイさん。ごめんなさい、ちょっと僕なんでか吹き出し書くの忘れたんですけど、福吉神吉オールオッケー張り切っていくぞ。張り切っていくぞってなんかかわいい可愛い感じで言ってよ。違う違う違う。影がある感じで言ってる。あ絶対ちょっとダウナーな感じだ絶対そうそうそう、ちょっと地雷系な感じで。可愛いかわはいいこんな感じです。でもなんすごいかかわいい。普通の子じゃないよね。やっぱなんか骨っぽくない？そうそう、ああよくわかって、あ骨バッグこれ。骨バッグ。めちゃくちゃ長いバッグこか。う骨のバッグをこう背負ってるんですこうやって。でも張り切っていくぞって言ってるからね、何を張り切るかはちょっとまだ定かじゃない。幼稚園をよりだとちょっとやりに行く感じ。はいかわいいということで1回戦目こんな感じになりました。どうですか、なんかわかりました？こあ、んなわかりました。いいですね。楽しい楽しいです。ありがとうございますあ。りがとうございます。それではじゃあ2回戦目はいやっていきたいと思います。思いま。さあということで2回戦目でございます。今はもう何のセリフを書いてるかみんな分かった状態でね、うん書いてたと思うんですけど、はい。 2回戦目はどんなセリフでみんなが書いてるかを分からない状態で書き進めて発表まではいはい。やれればなと思うので、完成した後はこのセリフどんなセリフなんだろうみたいうんうんうん。なのをちょっと想像しながら見ていければと思います。はい行きましょう。ああ、ちょっと得意かもしれない。いいかもしれない。まだスピードが上がるだとみたいな。少年漫画みたいな。まだギア一足だったんだけど。じゃあ行きましょう。よーいスタート。消しカスいじってないでさ。しかも人だけしかいない。意味わからん。先生もすごい気になる。ちょっとやめてよ、見ちゃったじゃん。視界に入っちゃったね今。しかも先生だって得意なの来たそうの。得意なのそれどういうセリフなんだって思って今最近練習したんですよ、これ。練習することあるんですよ。そうですねそのモチーフをね。あ、そうなんですよ。え、もしかしてそれはさっきの話が繋ちょがってますか？っとでも持ってきてほしいですよね。持ってきてもいいですか？あ、あそう完全になんか AD めいっ子ちゃんが AD みたいになってる。AD これなんですけど、いやそれはうんブロリーとエース。これちょっとイケメンも描くの嫌だけど、特に上裸のイケメン描くのが一番嫌いで、嫌いなんだ。確かに筋肉いっぱいね。いや苦手なんですよ。うん。なんでちょっと秋葉原で筋肉っぽいものを2人。なんかそのエース筋肉描いてる。あ、これマッキーで描きました。しかも資料になっちゃってるもん今。ナチュラルに資料になっちゃってる。そうなんですよ。私想像で描くのちょっと苦手で、バトルシーンとかもはいはいはい。アシスタントに朝来たら表があるんですよ。そのはいやることリストが書いてあるんですよ。そこの一番最初に戦うって言ってで2人にまずはこう銃を1人に持たせて、もう1人に刀を持たせて、今から2人には殺し合ってもらいます。殺伐とした職場だな。いやでもアシスタントもすごくって、は戦うって書いてあって2人には殺し合ってもらいますって言うじゃないですか、はいとはーいって言って殺し合って終わりましたーって言って、どこでやりますかどこでやる？い。やりますかがもう字がダメなんです。どこでやりますか？いやちょっとじゃあ外でやろうか。外でやっちゃダメでしょ。近くにはい。幼稚園があって、まずいまずい。その幼稚園普通の幼稚園です。そうなんですよ。で子供が結構お散歩に来るんですよね。来た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 、みんな裏裏裏。やばいやばい。おもろすぎる。はい。ということ
ことで2回戦目どんなセリフで書かれたのかいきましょう。せーのダンドン。おおまた群馬ですね。これは群馬かもしれない群馬の群馬3部作になっちゃうんですけど大丈夫ですか？群馬です何？ちょっといいですか見て。すごい。すごいすごい迫力ある。なんかでも手前にさおばあさんいるよね。多分確かに確かに、でもすごいもの持ってるから、おばあ幼稚ちゃん園ウォーズでよく見るもん。と見る。どんなセリフだったんだろう。じゃあ見せてもらおう。じゃあ見せていただけますか。あはい。じゃあお願いします。昔々あるところにおじいさんとおばあさんに歯向かう不届き者がおるすごい歯向かってる歯向かいすぎだろこれ。すっごい歯向かってるけど、はいおじいさんとおばあさんめっちゃ強い同じ圧でいかないといけないんでしょうね。あこの世界ねこれぐらいいないとちょっと、これサブマシンガンとロケットランチャーあすごい。これはすごい。これ読みたい。普通になんか読み切りで見れそう。これめっちゃ読み千葉たい。先生書けそうななんか導入な。そうですよねありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ僕にしようかな次したらね。はい。こちらです。あらなんかおイケメンじゃなイケメンですなんかね男の子がね。ね、しかもなんかちょっと独特な服装というか、うん、かっこいい。なんだろう私が考えたであろうセリフって言ってたね。多分ね。敵っぽいですよねあー敵のなんか強そうなああ確かに確か確かにに。あ嬉しい。でもそんな感じのイメージは伝わってるかもしれない。じゃあセリフなんですけど、こちらのセリフはい。ドン。君が思っているよりこの世界は小さくないし大きくもないよ。なんか強そうですねなんかムカつかないこのセリフちょっと意味ありそうなこと言ってるのに含ませるだけ含ませてなんか全然具体性がないっていう。好きじゃんそういうの。でもそういうのを言ってそうなうん。うん言ってやつにしよそうう。と言ってそう言ってそう言ってそう。いやでもね、そうはい確かに私がこのセリフ作りました。やっぱり犯人自首します。ねえだからこいつ一体何なんだろうなと思うんだけど、きっとなんか主人公たちに対して何かこう要所要所でいろいろ言ってきてくれるタイプで、ちょっと高いところに入れてあ、そうそうちょっと高いところ高いところに高いちょっと主人公出る高いところからはい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 毎回話しかけてくるタイプなんです。ありがとうございます。じゃあこのお子様ランチ。はい、お子様ラン。チ行きますか？はい、はシャイさんの好きなお子様ランチ。さあ、なんだなんでしょう。い。めっちゃ料理してるけどね。この峠ちょっとかぶっちゃったけど。かぶることあるの？なんだろう、どんな感じのシーンなんだろう。お玉持ってますうん、お玉持ってる。眼帯してるわけではない。眼帯してるよ。してるんだ。傷もあって。傷もある。しかもなんかほら、でかいイヤリング。うん、でかいイヤリングしてる。で髪の毛が長い。ここだけ長いやつ。後ろねそうそう後ろだけそうそう。で、ほら見て、放題してる。本当にしてる。怪我もしてる。なのにう、んトゲがついてて白いシャツ着てる。トゲついてるから怪我しちゃったんじゃない？あ、確かに。自分で自分で。さあ、なんはい。でしょでも料理してるやつだからう。うん。でも料理関係ない。関係ない。はいお願いします答えはこちらです。ドン。磨き上げたこの仁義味わってもらおうじゃないか。仁義。仁義だったんだ仁義なんだ。光うんこれ仁義なんだ。磨き上げたって言ってる。磨いあこれを磨き上げたんだ。そう。ピカピカにしたんだ。研磨したいいですねこの漫画もでも読みたいですえ、本当ですか。磨く漫画研磨するだけのね。研磨職人の漫画。あ、ちょっといい。ちょっといいかも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 。ありがとうございます。いやありがとうございます2回戦目もなんかカオスになりました。めちゃめちゃカオスになった。じゃあ最後はい。 3回戦目ついにいきたいと思います。いきます。ということで3回戦目、あっという間ですけど、あっという間はいでも、最終戦でございます。ちょっとはい3回戦目は今のやつの発展版で、最後はクイズです。今から皆さん引いたものをわからないように書くのは2回戦目と一緒なんですけど、最後は余ったカードを使っておークイズ形式になっていきますので、はいより伝わりやすいコマが書けるように頑張ってやっていきましょう。群馬3部作目の。確かにわかんない。ワンチャンね怒るかもしれない。縛りあるうんいらん縛りだ。いらん縛りが。なんで先生縛る？やめてくださいじゃあ行きましょう。では。。はいじゃあ見てください。こっそりと。大丈夫ですか準備は？はい大丈夫はい大です丈夫です行きましょう。じゃあそれでは最終戦20分。よーいスタート。どうしようかな。どうしようどうしよう。どうしようかなマジで。もう吹き出し決めちゃってるの。もう見えてる。ももうう絵がこれだ見えてる。もうペンしてる。
いやでも今どうしようかなの状態です。これすごいんですよ。何でも消すことができる。暗殺できる。人すら消せそうそれ。言い方何でが。も消すことができるんですよ。そう先ほどねはい。戦ってるシーンのお写真を実は見せていただいたの。ほう。手前でこう銃を撃ってる方がいて、でうん奥にこう走ってるシーンの写真だったんだけど、はいはい。ちゃんと低姿勢で走ってるの。避けてる球と思って。すごいんですよあれ。そなんかナルトみたいな走り。う。すげえと思って。やっぱ千葉先生とかね、アシスタントするとそういう能力が。そうなんですよ。そうあと重力担当がいらっしゃるんですよね。重力担当。そう重力を担当する方がいらっしゃる。はいはいどういうこと？全然わかんない。終了ということで、3回戦目でまずは書いたものはこちらです。せーの、ドン。おー、なんかみんな黒くない今回。黒い。なんかどうしたんですか？なんか2人ともなんかめっちゃ書いてる。はい。というわけで、じゃあ今書いたんですけど、まだまだここにこんなに残ってるわけですよ、カードが。わおでここから3枚ずつ取っていただいて、今自分が引いたお題に混ぜて、はいはい。全部オープンしてください。なるほど。あー、はい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 。あ、いけるんじゃないかな。いけるかな？いけますかね？はい。はいじゃあいきます。僕からいくかな。うんちょっとなんかね、僕分かっちゃいそう。で僕ね、今回こちらです。はい。なんか爽やかイケメこんな感じです。ここにセリフがね、はいはいはい入るということで。ン。そうゲスト今回メンズだね。ゲスト確かに。ねうん今回メンズが多くなっちゃいましたね。いいですね。はい。じゃあ、選択肢、今から見せます。はい。 1、鏡よ鏡よ鏡さん、世界で一番エチエチなのは誰？これじゃね？おーこれちょっとこれ言ってほしい。これじゃねえだ。嫌すぎるだろ。言ってほしい。はい。はいそして2つ目、この学校の恐ろしさ、教え込んでやるよ。ああ。あーでもこれはなんかそれもありそうだな。なんか少女漫画とかでありそう。うんで、そしてはい。 3、この風景を見るのは何度目だろうな。ああ。絵文字変わる。絵文字からだね。はい。で、4、ビンゴ見えたぜあいつの弱点。それじゃないですか。これか。じゃあせーので指さしていただき、はい2人にね指をさせていただければと思います。せーの、ドン。あこの3番、はいこの風景を見るのは何度目だろうな。はい。正解です。あま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 あありいや、がとう。切ない。でもなんかさ、この風景を描かないのちょっとさ、うまいことやりましたね、あなた。ちょっと考えていただいて、ちょっと僕の簡単そうだったんでちょっと先にやらせていただきました。うんはい。でも私も簡単なんだよ。本当。私も簡単です。あれ？おじでもそれはね、うまく。く書けたということで。そういうことだ。はい。じゃあ次さえいきますか。じゃあ私かはらいきますね。いきます。はい。はい。何度生まれ変わってもあなたとまたこの場所に立ちたい。顔。革命。次。愛はないけど金はあるぜ。これちょっと言いたいよね。うん。まあ確かに言わせたいところある。わかるか？この世界で一番強いのはこの俺様ってことなんだよ。おなるほどね。この子は私の相棒だ。よろしく頼む。ー。おこれちょっと小尺なことしてるわ。ー。ちょっと小尺だったよね。ごめんね、小尺で。うん。お願いします。せーの。やったこれあれね。正解。ー大富豪はいで革命が起きたので、はいはいこいつらはめっちゃ強いの持ってるけど、うん俺の3が一番強いんだよっていうのなるほどねを書きたかったんだけど、文字入れちゃったっていう。ちょっとさやさん反則負けの可能性が非常に出たんですけど。あー、すみません。ということでじゃあ、はい最後いきますか。最後ちょっとはいいいですか。千葉先生のちょっとなんか。はい。姿勢正して。絵はこちらになります。はい。はいなんかでもこれは見てますね。ねえ。おーね、鏡通るものをね見てる感じありますけうんうんうんど。じゃあ1個目は。はい。そうか。なった。まあなってるか。なったかも。なったかもなったかも。これ点々多いな。なるほどね。じゃあ次いきますね。待って。ちょっと無理か。てんてんてんシリーズ。てんてんてんシリーズだね。これね次。俺にはこいつしかいねえんだ。
まあ。で、おいその鏡に映っている女は誰だ。はい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 。はい。これははい。せーの。ドン。鏡の。鏡の。いやでも嘘ですよね。そうか。さっき群馬にたどり着いちゃった女の子たち。やっぱり三部作だ。三部作にしてみました。群馬ともなれば頬に傷もできる。あ、そうですよね。さっきのね、この人も、この人も関係者です。関係者。関係者ですかね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで今回ですね、千葉先生ゲストでやらせていただいたんですが、この後まだまだ実はですねちょっと続きますということで、皆さんから募集した質問だったりとか、こんなことしていいんですかって感じなんですけど、千葉先生の仕事場ツアー質問させていただければ。どこでも。ありがとうございます。どこでも。よろしくお願いします。お願いします。引き続きご覧ください。どうぞ。どうぞ。ということで、プロフェッショナルにインタビュー千葉優先生編。ありがとうございます。ありがとうございます。夏目さん、ちょっとこういういろんな専門的な職業をされてる方のところにお邪魔したりコラボさせていただいた時はちょっとインタビューというか、そうなんですね。はい、視聴者さんからいろいろ質問募集したりとか、いろいろ話しながらフリートークでお仕事のお話をお伺いできればなというコーナーになっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはもう結構ベーシックな質問なんですけど、多分ちょっとね、さっきぼそっと衝撃の一言を多分動画内でも言ってたかもしれないんですけど、漫画家になる夢があったのか、それともたまたま漫画家になったのか、なろうと思ったきっかけはという質問をいただいております。はい、たまたまですね。もともとはギター職人をやってまして、もうとにかくお金がなくって、その時にツイッターで漫画賞1位取ったら100万円もらえるってありますよね。100万円欲しいって思ってもう収入がもう年度に100万円もらえるんだ漫画賞ってなって、でその時に全く漫画描いたことなかったんですけど、ペイントショップっていうパソコンに元から入ってるやつで絵を描いて投稿したんですよ。そう、それが佳作に入って、そのまま即連載っていう形でそのまま連載をいろんなところでしてるような形にすごいなってます。でもなんかいろいろと漫画をめちゃくちゃ読んでこなかったからこそ書いてるから、なんか人生経験から書くみたいなどうですかね。あんまり関係ない。どうなんですかね。さすがに殺し屋はやってなかった。そうですね。そこのじゃあ幼稚園ウォーズも含めてなんですけど、自分の書いたキャラで一番好きなのはっていうのと、登場人物っていうのはどのように決めてますか。なるほど。っていうところが来てて。ちなみに一番好きなのはルーク先輩。ルーク先輩。みんな好きだと思いますよ。本当ですか。幼稚園ウォーズ読んでる人も。私もルーク先輩好きなんですけど、でも実はイケメン嫌いなんですよ。確かにちょっといけすかないというか、なんかイケメンがイケメンなことしててもすごい嫌だなって思っちゃうんですよね。待ってください。もうラブコメ嫌いだしイケメン嫌いだし最悪じゃないですか。もう嫌いを詰め込んで、嫌いだけどどうこの嫌いを自分に変換したら面白いのか。私はでもそのラブコメってなった時にやっぱ私もバトルとかやっぱ好きだから、めちゃくちゃバトルする人が死ぬ、イケメンはすぐ死ぬ。イケメンの命めちゃめちゃ軽いですからね、幼稚園ウォーズ。そうなんですよ。ルーク先輩とかちょっと変な人なんで、イケメンなことをしないイケメンは許せるって自分が弱みというか、変なところというかね。まあその流れで今キャラデザは結構ひらめきというか、そこからやっていくっていう、はい。でお伺いしたんですけど、もう一個来てるコメントで、ストーリーとか展開のひらめきってどこから来てるのでしょうかっていうのを聞きたい。それもその場しのぎですね。その場しのぎ、その場しのぎで結構何も考えてないことが多くて、ちょっと恥ずかしいんですよ。自分の漫画について語るのがすごい恥ずかしくって。
いい大人の前で私の漫画の話をなんでこんな大人気でいい大人の前でいい大人いい大人の前ですごいワードがなんかいい感じに、はい、終わりますってじゃあもうその章立てとかもはい最初始めるときに大体何話でみたいのは、それもあんまり決まってないんですけど、うん私自身があんまり漫画を読むのが得意じゃないはい部分もあって、うんかなりライト層に避けようっていうはい部分はあったので、うんうんあんまり長編を長尺でやらないとうんか、うん漫画好きには気に入られるけどこうライトな人には読みづらいは避けようみたいなのは自分の中ではあって、なんで章ごとはだいたいこう2巻は超えないようにしようとか、そういうのは一応自分の中にはありますね。そうなんですね。はい僕幼稚園ウォーズとか読んでてセリフの吹き出しめっちゃ読みやすいなと思ってありがとうございます。なんか、はい多分文字量とかそうですね。フォントサイズとかってすごい気にしてる。るってことなんですかやっぱり。そうですね。私が読みやすいやっぱりうんうん漫画ってなると、はいこれ以上もうセリフ増えたらうんもう読めないなっていうラインがあって、はいやっぱそこは超えないようにしてたりとかはしますかね。ありがとうございます。そうなんかそこに関連したちょっと質問も来てまして、はい。ウェブ連載は雑誌とは違って見開きで読む方と半ページをスクロールして読む方に分かれると思いますが、書いてる際に盛り上げたり次の展開をワクワクさせるためのオリジナルな工夫やこだわりなどはあるのか聞いてみたいです。ちなみに私は半ページを毎回スクロールしてゆっくり時間をかけて読みたい派ですっていう方からの質問なんですけど。まあ大体の方ははい多分半ページずつ、うんそううんですよね。まあなんで私も見開きすっごい多用するんですけど、はいめちゃくちゃ多分ジャンプ作品の中で多分一番見開き多いんじゃないかぐらい、見開はいはいき芸という関係で。あ、でもなんかこの辺りぐらいからですかね。あでもそうそう、はいはい人をやっつける人を切り伏せるところだったりそうそうそう、うん見開きだったりとか、でもあれウェブ独特のなんかはい体験だなと思うんですけど、はい何話ぐらいだったかちょっとあれだったんですけど、こうめくったら違う人、めくったら別のキャラ、めくったら別のキャラみたいなルーク先輩とかも出てくるとこあったじゃないですか。そうですね。連続でいろいろ気づいていく気持ちにこう三角関係が発覚していくみたいなあのシーンはやっぱりウェブ独特の見せ方だなそうっていうのは。ですね。これ圧倒的に多いんですよ、その見開き。いやこれすごいなんか読んでて、そうですね笑っちゃうんですよね絶対。なかなか確かにこれ紙漫画だとこういうイメージじゃないですよね。その雑誌掲載とかだと枠が決まっちゃってるので、うんもう19ページで必ず書いてくださいって言われるんですけど、さこんなやってる場合じゃなくなっちゃう。そうそうそう、これやったらもう6ページ終わっちゃうんで、まあ、コマ数的にはそんなにでも多いわけではない。その1コマを書くわけだから、昔は多分これを大きい原稿に書かなくちゃいけないので、できるだけ見開きっていうのはすごいカロリーを使うんで、うんできるだけできないことだったんですけど、今はもうデジタルなんではい拡大も縮小もできるんで1コマ書くのとそこまで変わらないあーカロリーで見開きが書くことができる、じゃあちょっとここは話が飛びますが、お次いただいているコメントですね。一番尊敬している漫画家さんは誰ですか、もしくは一番影響を受けた漫画家さんは誰ですか？私は松本太陽先生がそうすごい好き。はいそうなんですよ。あピンポンとかも。ピンポンですね、はいうんうんそれ読んでもう自分も卓球ずっとやってたんですけど、でも結構あれですよね、どちらかといえばこう、うんコアなタイプの漫画というか、そうですよねマニア向けの漫画ではありますよね、松本先生、そうですね。小学生の時にはい実写映画があって、ありましたありました。その実写映画が本当に好きで、うんうんそこから多分漫画を買って小学校の時からひたすらピンポンを読み続けるっていう。そうなんだ。ちょっとやっぱ千葉先生の書く漫画のアクションのルーツには、じゃあその松本先生のものがあったりはするんですかね。そう私的には、はいいやこんなに真似て大丈夫かなぐらいの、うんうんうんその自分の中でリスペクトしてるところがたくさん、うんうんうんその言葉回しだったりとか、うんうんめちゃくちゃ松本太陽すぎるかなって思いながらも、はいうまく自分の中で消化して違うものとして出てるなっていう感じはするんですけど、あでもこれ結構見てる方としては意外な、そうですね、意外ですよね。絵あるかもしれないですね柄とかも全然違うから、うんうんうん松本太陽先生とうんいうことでした。大好きですね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあお次の質問ですね。はいご自身が書いた漫画の中で、一番お気に入りのシーンってどこですか？気に入りのシーンか、難しいですね。やっぱでも最新になっちゃうんですけど、9巻のルーク先輩過去編から、うんうん現在に戻ってきてのこはいの
ルーク先輩会がやっぱりいやめっちゃ自分の中ではじゃあめちゃくちゃうまくまとまったなって思いますね。ちょっとあんまり喋れないちょっとそう申し訳ないんですけど、あまりにネタバレすあまりにぎていろいろ大事なことが起きすぎるので全然喋れないので喋れないんですけど、ぜひ見ていただきたい。演出とか言葉回しとか、うん結構うまくいったなとお気はい、に入りいやもうぜひは9巻なんで9巻皆さんおすすめここまで追いついて、いぜひ読んでください。でお次の質問です。漫画家じゃなかったら、はい何の職に就いていたかと思いますかと。一時期なんかパン屋のアルバイトを応募した時パン屋のアルバイトもう全然漫画が企画通らなくなっちゃって、はい幼稚園オーズも一旦落ちたんですよ、うんもう全然ダメですよって言われて全然ダメですよあダメですねみたいな感じではいもう何も受からなくなっちゃった時があって、その時に、もう漫画家ダメだわってなってすぐ近くのパン屋のアルバイトにはい応募したんですけど、うんパンを作るのが好きとかではないんですけど、はいなんとなくパン屋いいなって思って、あうんパン屋になってた可能性が高いですね。ああーなるほどそうなんですね。でもなんかそのエピソードちょろっと聞いたんですけど、はいパン屋のうんアルバイトをはいやろうと思ったけど、はい何でしたっけ、そのタイミングでちょっと体調を崩されたみたいな。あそうなんですよ。履歴書も用意して、はいもう写真も撮ってきて貼り付けて、もう志願理由とかも書いて、はいよし行くぞっていう本当に1時間前ぐらいに、うんめちゃくちゃお腹が痛くなっちゃって本当に歩けないレベルで痛くなっちゃって、もうその後病院行ったんですけど、はい何でもないですって言われたんですけど、本当に本当よかったですそれは。何でもなかったんですけど、うん本当に後にも先にも、はいそこだけめちゃくちゃお腹が痛くなっちゃって、うんでそこでじゃあ仕方ないからもう一本書くかって思ったのがこの幼稚園ウォーズで書いて出したやつです。なんあかこれもなんかもう運命ですこれ。あ。なんか運命感じ運ちゃうよ命ですよねね。もうねそこでね。お腹痛くならなかったらもしかしたら幼稚園オーズあパン屋行ってない。パン屋行ってない。パン屋のアルバイトしてる。であともう一つこれ確かに気になる方多かったイメージで、うんうん雑誌連載と違って、はいウェブってうんコメント欄ってあるじゃないですか、あはいはい。コメントとか読んでますか？読んでたらもっと頑張ってコメントしますっていうやついただいたりしてすごい。はい私は読んでますね。おうんそうなんですね、はいコメント大好きです。もっとは頑張ってコメントしてくい。ださい、はい、もう結構なるほどさすがにたまに5000件とかになった時は読めないんですけはいど、基本的には結構読むの大好きなんで、あもうすぐ更新してうんうんうん読んでたりとか、あとはツイッターとかのエゴサーとかも大好きなんで、うん鬼のようにエゴサして、うんうんもう大体のうん、なるほど把なるほど握してますね。届いてるみんはなのコメントあ届いてる、うん届いてます。それでもう一個コメントが来てて、はいその雑誌と違ってコメント欄があるので、すぐに読者の反応がわかると思うのですが、はいはいはい。それらは漫画に影響することあるのですかっていうのが来てるんですけど、あーそういうのはあるんですか？いや意外とありますね。あ、もう意外なところでここ盛り上がってるよねみたいな感じで、じゃあなんかこの辺ちょっと盛り上げてみるかとかは普通にありますね。うん、結構影響してきます。じゃあもう皆さんのコメントは結構やっぱはいエネルギーにもなるし、んいろんな参考にもなるし、そうですね、結構もういろんなとこにやっぱアンテナを張って、うんうんあこういうとこで意外と私と意図してたものとは違うなっていう、やっぱそれもちゃんとこう組み込んで研究していくのがやっぱ私は好きだなと思ってるんで分析しますね。あうんまあでもなんかだからさっき結構序盤で行き当たりばったり書いてますよみたいなことをおっしゃってたけどやっぱその分析があるからこそ、そうですねそのいろんなこうスパーンってその時に出てくるっていうのはやっぱあるってことですでもそうかもしれないね。ですね。その先まであんまり決めちゃう、はいガチガチに決めちゃうと、うんうんそのみんなの反応とかが違った時に、なんかあーなるほど自分よがりになっちゃうんですよね。自分がこのストーリーやりたいだけみたいな、はい、そうじゃなくてやっぱりこう人気のあるストーリーにしていきたいから、こう柔軟にここって私はすごい盛り上がると思って書いたけど意外とそんなに盛り上がってないって思ったらすぐ方向性変えるとか、あやっぱりそういうのが柔軟にできるように、あんまりガチガチに決めないでもうその場その場でライブ感でやっぱりふにゃふにゃ変形しすながらごい。やっていくのはありますすごいですね。うんやっぱそのなんか行き当たりばったりというわけではなくてなんかそれってやっぱこうプロとして書いていく上で必要なこう柔らかさというかね、うんそういうことなんだなっていう、はいはいはいすごいですね。ありがとうございます。であとですねこれもちょっと多かった質問なんですけど、担当編集さんとどんなやり取りするのかなっていうのが気になりますっていうはいはいことで、はいそう編集さんの厳しさっていろんな漫画家さんが書いてたりしますよねっていうのが来てはいはいはいはて、まあ確かに結構編集さんって厳しいイメージもあるのかなっていうのもなんとなくは分かるんですけど、はいはいはい実際千葉先生の場合は今どうなんですか？
リンさんとか、はい、リン志平さんとやらせていただいてるんですけど、なんかすっごい優しいですね。もう基本的にはもうすごい褒めてくれるんですよ。LINE とかでデータやり取りするんですけど、まあこうメモかけましたって言ったらすごい長文で、あ、ここがいいですねみたいな、このイケメンすごいいいですみたいな感じでめちゃくちゃ褒めて伸ばすタイプとは言ってるんですけど、まあでも結構人によっては違うっていうのはあるらしい。多分その作家によってこの人はもう褒めたら伸びるなってなったらめちゃくちゃ褒めるし、この人ちょっと厳しくしないとサボっちゃうなとかがあったらちょっと厳しくするし、新人さんとかだと褒めすぎるとやっぱり伸びなかったりとかしてちょっと厳しくいこうとかをかなり分けてるタイプだと思うので。そうなんだ。そう私はめちゃくちゃ褒めてくれるからありがとうございます。もうすごいやりやすい感じで。もうすごい褒めていただいて、褒めてくださいって感じ。やっぱ敏腕な感じが出てますね。そうですね。結構有名ですよね。なんかリンさんってすごい有名な編集者さんっていうイメージはあるんですけど、いろんなところにやっぱりインタビューとか受けてたりとかして、でも結構向こうの案とかをバッサリ切ったりももちろんします。こういうのどうですか？それつまらないですね。なんかそういい信頼関係というか、じゃあやり取りできてるっていう感じなんですね。じゃあこうしましょう。じゃあどういうのがいいですか？じゃあこういうのどうですかとかあったりはしますね。素敵だな。でもいい、なんか素敵な関係性でなんか何でも言い合えるというか。そうですね。でもお互いニコニコしながらやります。ニコニコしながら。ダメですねって言って。ダメですね。あとなんですけど。今結構来てた質問で、仕事周りの質問というか、仕事場周りの質問というか、例を言うとアシスタントさん何人ですかというのも来てまして、ちょっとなんかせっかくもうここに今仕事場にカメラ外でめっちゃピースしてくれてるんですけど、そうせっかく今仕事場にお邪魔させていただいているので、ここから先ルームツアーというかします。千葉先生の仕事部屋ルームツアーやらせていただいてもよろしいでしょうか？はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。行きましょう。よろしくお願いします。ということで、これからルームツアーさせていただければと思います。さっきね、ここで座ってたのがここ僕たちよね。これです。作業されてるっていう場所でしてます。というわけで、じゃあ今千葉先生のアシスタントさん何名ですかという質問来てたので、実は今日来ていただいている方々がいらっしゃいましてね。はい、こちら。楽しそう。めちゃめちゃ楽しそう。めちゃくちゃ楽しそうな方々が今すごい待機してる。ありがとうございます。千葉先生のアシスタントさんの皆さんです。はい。ありがとうございます。アシスタントです。ありがとうございます。いやでもね、いいノリの、もうすごい手書き原稿をね、皆さん出してきてくださいまして。そうなんです。これちょっとそれをぜひね。すごい。いや、迫力が。これはまだ世に出てないんですけど、多分放送の時には出てる原稿になります。基本的にはデジタルとこうアナログを合成みたいなしてやってるので、そうなんですよね。背景はアナログでこう書かれてるのをデジタルで後々っていうのをお聞きしてすごいびっくりした。そう逆じゃないって。そうなんですよね。普通逆なところをなぜか。そうやっぱやっぱでも味があってすごい。いや本当に。やっぱりなんか僕たち世代ってまだアナログ進行というかある年代だと思ってて、だからアナログ原稿ってやっぱりワクワクするというかどうしても。ワクワクしますよね。めちゃくちゃワクワクする。やっぱこれ近づいた時に修正してある部分が見えるとかですごい。さっきの修正機。何でも消せるやつです。そういうなんかこう筆のね跡とか見れるとめちゃめちゃ興奮しちゃうんですよね。そうですね。あんまりアナログじゃ書かないんで、私のアナログ原稿ってないんですけど、この時はちょっとここはそう迫力出したいなって思った時に書いたり、これはなんかティッシュとかにインクつけて。すごい。もうアナログならではのこうガサガサっていう迫力がすごい出てて。これなんかはアシスタントの下さんですか。下さんの作品です。下さんが書いてくれて。ここはもう一人で全部担当したって感じですか。ちなみにこれはどういう指示で書いていたの？
いい感じに燃やしといてっていう確かになんかいい感じに燃えてますね。燃えてる。なんかここは駐車場とかなんですけど、なんかいい感じにこう車とかがこう上がってあ、ぐしゃーなってボーなってみたいな。キャラクター入るんで、この辺燃やしといてもらっていいですか。いい感じに燃やしとく。これはいい感じすぎる。いやでもこれは本当にいい感じです。うんいい感じに燃えてる。いいですね。これがいつもその見開きの時の集中線もアナログで、ああ、そうなんだ。なるほど、こういうもそうですね。もう一本一う、本書いてもらって、なんと美しい線。ジャスティンがジャスティン、ジャスティン。ジャスティンが書いてました。新人さんはなんか集中線っていう線をきれいに書くっていうところからみんなスタートするんですけど、もう新人さんみんなジャスティンが一から教えてくれるんですけど、いや、これすごい綺麗。じゃあ今4名いらっしゃってるんですけど、はい、マックスでマックスで9人ですかね。9人。 9人。木曜日とかのここの場所に私がここに座って、ここに4人ずつっていう感じで8人座って、さださんがはい。ご飯を作ってくれる。ああやっぱり人数多いんで、あ、うん。うん安野さんはこうデジタル作業とかをしてくれてて、こちらね iPad でこうあ、そうですね。こういうデジタルで入れるその人物にくっついてるものは基本的にはデジタルで入れるので、うんこういう入れ墨とか。なるほど。ちなみにこれは好きに入れていいよっていう指示。すごいいろんなこの文字で消えちゃうところとかもしっかりこう書き込んでる。あ本当だ。あ。てかもうこんな文字が消えてるところなんか見るなかな機会か見えないないからね。これすごいです。すごい書き込みで、すごい。基本的にはいはここにみみんな座っうんうんてうんめちゃくちゃ褒めてくれるっていう構図になっています。もうイケメン描いたらもうみんなに見せて「あすごいイケメン!」って言われて描きます。いい職場。いやでも私だけじゃなくってもはいうみんなもう背景描き終わったらとりあえず全員に見せて「ちょっとみんな見て!」って素敵すぎる。なんて。言ってじゃあこのままじゃあ進んで仕いきますか。事場がここで、はいお邪魔します。こっちがごめんなさいお邪魔します。キッチンですかここは。キッチンとあとこの辺が道具ですね。いつもは単行本が並んでたりとかして。じゃあここから結構いろいろ取っていって資料というか。そうですね。はい。この辺は裏紙とかなんですけうんど、そうアナログとやっぱデジタルがはい。別々なので、うんうん。例えば私が、こんな感じではい。私のひどい下書きがこれですね。見えないんですけど、これははいはい。足です。足です。こういう感じでももう薄く入れてるんですね。すごい薄く。く入れますね。これでこの B4 サイズに印刷してもらって、じゃあここいい感じの廊下書いといてって言われて、これで私が当たりを取ったりとかしてここに魚眼でじゃあ入れてねって言っていい感じの廊下を書いてもらいまいい感じのロす。これをで上から出来上がると。そうなんですよ。原稿を重ねてうんうんうん。トレース台で光らせて上から書いてもらうようで、それをスキャンして原稿に取り込むっていう形になってます。きっとみんなが思ってるよりなんかはいアナログな作業も多いんだなっていうのが多分。そうですね。うんうん撮影外でお話出たんですけど、はいアシスタントさんのその採用されてる基準っていうのがちょっと独特というか。そうですね。はい近場っていうここ近場でに来られる方だけみたいな。そうですね。近場でもやっぱり一緒にやろうっていうことで、こうやっぱりリモートだと顔を見てできないからちょっと良くないよねっていうことでちょっと仲良くやろうよということで、もう呼んでやりますね。いや、めっちゃ大事。そうですね。仲の良さがもうなんかなんかすごい仲良さそうでもすでにカメラ外でも全然仲いい。いやでも本当に日本一仲いいんじゃないかなって思ってますよね。いや素敵な職場漫画家の中で、うんもう残業とかもないんですよ。わないです。え8時間ではい必8時ず間返します。素晴らしい。 8時間で必ず返して「もう本当にたまに15分だけいいですか?」っていう15分だけやってもらってもちろん残業代出してっていう形にするんで、あとは遠い人は泊まってっていいよとかで泊まってってもらったりとかしてなんとかやってる。でもなんかじゃあ今のこう漫画家さんっていうとねアシスタントさん含めて結構もう過酷みたいなイメージそうってですね。まあ今でもあると思うんですけど、じゃあそうもうですね。千葉先生うちとこははもうあんまりホワイトと。アシスタントは返してますね、しっかり。で私は3日間徹夜したりします。
こにファイルしてもらってるんですよ。これは今までの背景ですね。やっぱり新人さんとかがこれを見て、こうやって書くんだっていうのが分かるように、各話ごとにこんな感じで。わあすごい。うわ、ラミネートして。幼稚園ウォーズって背景がすごい緻密なイメージがあって、そうなんですよ。キャラクターがすっごいシンプルだから。でも逆にそのなんかバランス感覚ってすごいなんかいいなっていつも見てて思うんですけど、背景も際立ちますよね。いやでも本当にすごいなんかもうゼロから学べるっていう。そうですね。うちのやり方なら教えられるよっていう形で教えています。でインクとか iPad とか iPad がねたくさん。たくさんあって。これ皆さんが使う iPad ですか？あ、そうですそうです。で、癒し、出てきてる。うさんちゃん。ちょっとこれね、癒しの子がたちが、ちょっとかわいいあんまりね、お邪魔してあれなんですけど。来てる。あ、チンチラちゃんたちが。この子たちお名前は？こっちがポンちゃんで、ポンちゃん。こっちがドンちゃん。ポンちゃん。ドンドンちゃん。かわいい。こちらが担当と同じ名前のリンちゃんです。リンさんと同じねリンさんとお名前のリンちゃん。リンちゃん。こっちが下にも新入りのピンちゃん。ピンちゃん。ピンちゃん。かわいい。モフモフついてる。じゃあこちら。こちらは和室です。あ、すごいいい。穏やかで穏やかな空間。ここでご飯を食べたりとか。あ、そうなんですね。あ、でもあっちにもなんかインクとかが、プリンターがなんかもういろいろありつつ、こっちも今チラッとしちゃったんですけど。なんかこのなんか可愛らしい和室のなんかイメージを。なんかちょっとそちらを。はい。あ、じゃあこちらですね。こちらですか？はい。はい。そんな一人ずつ様なんて開けちゃっ開けるもんじゃないですよ、さやさん。たんですか？まあどうした。一般人立ち入れない。これは一般人が立ち入れない。まずい。やばい、消されるかもしれない。いいですか、先生。どうぞ。いきますよ。はい。殺し屋の部屋やね。やば。やば。すごい。そうなんですよ。これ全部資料のあ、そうですね。銃とか。私自身あんまり銃は詳しくなくて、はい。始めたところからその勉強してたんですけど。ロケットランチャーあるよ。ペットランチあることある？奥の方にあるじゃないですか、刀まで。こっちにも。ね。あ、イケメンが持つことを許されるあ、刀が。山本って書いてあるんですけど、なんかヤフオクで買ったら山本って書いてある。山本の刀。山本持ってきてって言ってこれ。アシスタント山本持ってくれる。大量の。出たボイ。これはすごくよく使います。しかも破れないタイプ。破れないタイプだ。買いました。これはすごく重宝して大事なやつ。すごく大事ですこれは。うわーすごい。これはワクワク。男の子も大興奮ですよ。そうですよね。でもこれをアシスタントさんに持ってもらって、ちょっとジャスティンいつもの現場ではこう来てもらうじゃないですか。今日は2人に戦ってもらいます。わかりました。誰ですか？あ、じゃあ今日はリタ先生と、もうすぐスッとリタの武器を取れる。じゃああとルステルは何してるの？あっちですかね。最初はこういう感じで、こういう感じからスタートしたいんだけど、ここからフリータイムでお願いします。フリータイム。じゃあ最初にこうやるからみたいな。めっちゃいいっすね。めっちゃいいっすね。こっちの手ですごっ。なるほど。すごっ。幼稚園ウォーズはこうやってできてたんだ。そうです。いやもう徹底されてるんですよ。すごい本当に。アクションシーンのもう本当に書けないとか言っちゃダメなんですよ。だから書けるまで用意すると。執念で人がやらせる。おすすめです。やってもらうの。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっと2階の方。何がいいんですか？お邪魔します。ここがアシスタントが泊まる部屋です。わ。ここが資料漫画家やってきた中で集めてきた本。私はやっぱ教えてもらえる人がいなかったんで、もう基本的には全部本で勉強ですね。いろんな教本を買って。それだから夏目さん。なんかもう申し訳ない。覗いてる。ありがとうございます。すいません。本当お邪魔してしまいまして。お邪魔して。結構雑誌とかも
これは殺し屋がいっぱい載ってる雑誌です。レオンのこと殺し屋が載ってる雑誌っていう人なかなかいないですからね。いろんなところで、ね、手に入るもんいっぱい買ってます。はい、地道にやっぱそういう資料集めってね、すごく大事ですね。そうですね。でそっちにもう本がずらっと並んでて、ここですね。そうですね。取りやすいところに置いて、しょっちゅう私が見てます。片手に書いてます。ファンレターも全部読んだりとかして、こんな感じでファンレターがこんな感じです。今までのファンレターとか全部取っといてあって、全部読んでから保管しています。すべてがいい部屋。ね。素敵、本当になんかもう素敵しか言ってないもん。語彙力どこ行ったってぐらいなんかもうね。あとジャンプ、これ IQ ジャンプって韓国のジャンプだと、韓国のなんかこう雑誌、韓国は雑誌掲載してて、幼稚園ウォーズが雑誌で掲載して、こう関東カラーとかも結構撮らせていただいて。そういう感じ。外国語になると少し面白いですね。あ、そうなんですよね。なかなか不思議な。雰囲気が変わって。やっぱ自分のページが載ってたりすると嬉しいので。いやでもそうですよね。ジャンプ。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃない、ゲンさんこんな素敵すぎるお部屋。ダメだって。やばい、これは。素敵すぎますって、これは。スクリーン。しかもギターもいっぱい。あ、そうですね。これは私が作ったギター。おお。自作ギター。そうです。木から作ってます。木を削るところから。わあ、まだちょっと途中。もうあとパーツつけて終わりなんですけど、なかなか完成しないギターです。ここは何ルームなんですか？シアタールームで、金曜日とかに早めに仕事が終わってのちゃんと出せた時なんかはみんなでここでクソ映画鑑賞会をする。謎の2文字が入ってしまった。謎の2文字入ったせいでなんか見る映画のジャンルがまた変わった気がしますね。ちょっとそこの部屋が漫画部屋に。漫画部屋。ここは漫画のお部屋ですね。こんな感じで。うわー、すごい。すごい。これはウォークインクローゼット的なところがもうすべて、漫画置いています。これはでも私が漫画家になってから集めたのがほとんどで、結構読みましたね。あんまり読んでなかったのがやっぱネックだったんで。いろんな時代の漫画が置いてある部屋の紙の匂い好きです。そうなんです。ここ住みたいもんな。ね、ちょっとね。ここはちなみに男の子のアシスタントがここに泊まってます。そうなんだ。あっちが女の子の部屋で、こっちは男の子が一人。ここになんか布団敷いたりとか。そうですね。ここに布団敷いて泊まってる子が一人います。立ち上がらない。最高の満喫じゃないですか。最高すぎる。はい、ということでもう大ボリュームのルームツアーと質問もいろいろとねお話をお伺いさせていただいたんですけど、ありがとうございました。ありがとうございました。なんか菜食バイキングぐらいね、なんか食べた感じする。この動画何分になってるんだろうっていう。やばいですね。もう企画もね、もうでもカットするとこもあんまりないぐらいいろんな貴重な話とかたくさん伺いさせていただきありがとうございました。ありがとうございました。で最後に視聴者さんからの質問で来てたのが、千葉先生これからの目標など何かあれば。目標、そっか。まあでも長く続けてできるだけ人気を保ちつつやっていきたいなぐらいですか。もう元気に健康にやっていきたい。本当お世辞抜きでもう最高の職場だな。ありがとうございます。今日ちょっと今見ただけなんですけど。いやそう、ありがとうございます。今見ただけだけど本当にお体に気をつけて。あ、いえいえ。これからありがとうございます。我々そして読者の皆さんも楽しみにしていると思いますので。はい。ということで本日のスペシャルゲストは千葉優先生でした。本日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。幼稚園ウォーズ2周年おめでとうございます。おめでとうございます。いやでかいイヤリングの男子を出してくれて本当にありがとうございます。最後そこなんです。